皆さん、こんにちは。ミカド .mgg です。今日は、自分がかつてプレイしていたレルム・オブ・ザ・マッド・ゴッドに10年ぶりにログインしてみました。久しぶりにゲームの世界に足を踏み入れた感動と懐かしさと、ゲーム内での変化についても触れながら、思い出についてお話ししたいと思います。さらに、10年ぶりに驚きの出会いがありました。それでは行ってみましょう。最近、ロッド MG がリワークされて話題になっているのは知っていました。自身がアップロードしていた別のゲーム動画のコメント欄にて、ロッド MG について尋ねられました。自分は10年くらいログインしていなかったため、アカウントはすでになくなっているだろうと思っていましたが、気になって試しにログインしてみたところ、まだ残っていました。もし消えていた場合、どうしようかという不安も一応はありましたし、もし残っていたとしてもキャラクターの装備などが失われていた場合はショックだったでしょう。自分が持っているアイテムでおそらく一番レアであろうアメリカリングは無事でした。10年ほど前に自分のギルドが参加したゲームイベントライトアップザレルムの優勝商品です。実はイベントが告知された時はそんなに盛り上がってませんでした。ゲームがカバムに買収されたばかりでプレイヤーたちは不安だったと思います。それにいきなりイベントやるぜって言われても困っちゃいますよね。ロッド MG は英語圏のプレイヤーが多く、日本人コミュニティは全体的に見れば少数派でした。日本人プレイヤーは主にフラッシュゲーム紹介サイト2チャンネル、したらば掲示板、そしてウィキコミュニティから来ており、そこから日本のロッド MG 専門の SNS が形成されました。SNS 内は閉鎖的な反面、結束も強かったように思います。ライトアップザレルムへの参加は多くのプレイヤーにとって関心事ではありませんでした。ましてや英語がメインのゲームですから、日本人にとっては無関係だと思っている人が大半だったでしょう。自分はイベントの盛り上がり不足を逆手に取る形で、日本人コミュニティで何か新しいことをしようというアイデアが浮かび、独断でイベント参加を決めました。日本のロッド MG 専門の SNS 内で参加を呼びかけたら、みんな興味津々で参加してくれたので、人を集めるのに苦労はありませんでした。ロッド MG 専門の SNS のおかげで連絡や告知がスムーズに行えたのは大きいと思います。スプライトワールドを選んでスペルを花火のように演出したのは単なる思いつきでした。スプライトワールドはカラフルなタイルに外側が宇宙のような感じだったので、スペルが入ると思いました。どうやって撮影したのかというと、現場で指示を出して、自分がチャットでカウントして、タイミングを合わせて、皆でスペルを打っただけです。音楽は日本らしさたすゲームだから任天堂のファミコン音楽にしようと決めてました。ニコニコ動画でファミコン元気玉、アレンジメドレーを聞いて、演奏者の坂本教授のホームページに MP3 がアップロードされていたので拝借させてもらいました。今更ながらですが、坂本教授には感謝です。編集は音楽に合わせるだけだったので簡単でした。半日かからなかったように思います。では10年ぶりに倉庫を覗いてみましょう。ギフトボックスにはアイテムが積み重ねられています。宝箱は一つにまとめられたようです。この中にはレアなアイテムもあるかもしれませんね。見てみましょう。あれ、宝箱の中がぐちゃぐちゃですね。昔は綺麗にしてたんですけどね。とりあえず整理しましょう。整理中。まあこんな感じでいいでしょう。デフリング揃ってないのが気になるので、後でログインして揃えておきます。アイテムはソートできるようになってとっても便利ですね。ここにポーション専用の棚ができました。これも便利ですね。家事やエンチャンターも仲間入りしました。倉庫の中がシンプルで見やすくなりましたね。次はキャラクターカスタマイズとワードローブを見てみましょう。まず驚いたのは見た目を変える服がたくさん増えていたことです。しかもその服の絵が動いたりエフェクトが出てる。スキンの数も増えていますね。エモートも出せるようになったんですね。味方プレイヤーへの嫌がらせにでも使うんでしょうか。正直追加要素の多さに訳が分からなくなってしまいました。昔はシンプルなものしかなく、プレイヤー間の差別化が難しかったんですよね。同じ装備、同じ見た目で
誰が誰だかわからないことが多かったです。でも今は自分の個性を存分に出せるようになっています。いろいろ種類があってドット絵好きな人には嬉しいでしょうね。キャラクターも見てみましょう。10年ぶりなのでどんなキャラクター使ってたのか忘れてます。キャラクターは23個ありました。まんべんなく育成していたのでフェームの数字が大体同じ。こうして見ると愛着が湧いてきますね。久しぶりにログインしてみたら新しいクラスがいくつか増えていました。今はゲーム内でどんなクラスが流行っているのですかね。おすすめがあったら教えてください。復帰する人たちは新しいクラスを試したり、懐かしいキャラクターを育て直したりするのもいいかもしれません。ボルトの中にはイースターエッグがあるんですよね。まだ残っているのかな。ありますね。当時のフォーラムでイースターエッグのスレッドが立って大きな話題になり、多くのプレイヤーが探しに行きました。10年経った今でも最終ボスの彫像が残っているんですね。まさにゲームの歴史を感じさせる存在です。サーバーを見てみましょう。アジアサーバーの数が一つに統合されてしまいました。アジア人プレイヤーが減ってしまったのが原因でしょうね。昔はアジアイーストやアジアウエストなどいくつかのサーバーがあったんですが、今ではそれも一つだけに、ゲームの言語が英語だけだからアジアのプレイヤーが減ったのかもしれません。英語圏のプレイヤーだけでこれからの運営が成り立つのか疑問が残りますよね。ゲーム開発者はローカライズにもっと興味を持ってほしいですね。10年ぶりにギルドホールに行ってみましょう。ここはアメリカリングを受け取った場所です。懐かしいですね。ギルドホールはなんと初期の状態のままです。南科学校の校庭に埋めたタイムカプセルを開けた気分です。見てください。この掲示板。書き込みは2016年で途絶えている。多分アカウント移行の時のものだと思います。2014年にはほとんどプレイしていなかったのでギルドも放置状態でした。でも2016年にアカウント移行が行われ、その時に情報を伝えてくれた人がいました。その人のおかげで今使っているアカウントが残っています。ただただ感謝です。レクサスをブラブラしてみましょう。ソーシャルパネルっていうのができたんですね。あれ、スコードおるやん。彼は古くからいる海外のロット MG プレイヤーです。彼は当時の開発者に近い人物でした。海外のプレイヤーで GM みたいに権限もらっていたみたいで、自分がテストサーバーで遊んでいた時に特別なアイテムをくれたんです。なぜかまだリリースされていないスタッフオブザファンダメンタルコアをくれました。懐かしいですね。ナイスガイでした。フレンドリクエストを送って生存報告してくるのも面白いですね。ギルドタブもあります。なんか間違えて変なボタンを押しちゃったらどうしよう。ご無沙汰してます。お、驚きました。昔の知り合いのプレイヤーが声をかけてくれました。生きとったんかいわれ。いやーすごい偶然ですね。しかしいざ会ってみると言葉が出ないですね。10年ぶりの再会というのはなかなか緊張しますよね。彼の昔のアカウントはなくなってしまったらしいです。悲しいですね。彼は最近また遊び始めたみたいです。リワークされると聞いて戻ってきたんでしょうか。他の日本人プレイヤーの方からも声をかけていただきました。ありがとうございます。いや、それにしても久しぶりのゲームでの再会は嬉しいものです。またこの場所に戻ってこれてよかったです。さて皆さん、いかがでしたでしょうか。10年ぶりにログインしてみるとゲーム内がかなり変化していて驚きましたね。いろいろ見て回っていておかげで懐かしい思い出がたくさん蘇りました。でもその中で偶然にも昔の仲間が声をかけてきたんです。10年ぶりの再会というのは本当にすごい偶然ですね。そして10年ぶりにゲームに戻ってみて昔を思い出すことが楽しい体験であることを発見しました。自分はあんまり思い出とかにこだわる方じゃないんですけどね。ただ歩いてるだけでいろいろ思い出せて楽しかったです。
昔このゲームを遊んでた人も一度ログインしてみると良いと思います。いろいろな発見があると思います。では最後になりますが、皆さんご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。